こんにちは、ドロンコです。今回紹介していくデッキはボロスエイクエイプ。いや、ついにエンバレスの宝剣に頼らない時代が来ましたよ。このデッキの要はこちらのファイタークラス。赤白の2マナでレベル1起動、自身のライブラリーから装備品を回収。3マナでレベル2起動、装備コストが2軽くなる。このレベル2能力が超重要です。5マナでレベル3起動、自身のクリーチャー1体が攻撃するたび、相手のクリーチャー1体はそのクリーチャーを可能ならばブロックしなければならない。まあ状況ですね。正直このデッキではレベル3は重要じゃなくてレベル2が重要です。装備コストが2軽くなるので、装備コスト2以下の装備品が場に出ていれば付けたい放題やり放題になります。採用している装備品を見ていきましょう。ブーツオブスピード、赤1マナ装備コスト無色1マナ、プラ1プラ0修正と速攻付与。速攻がつくのでインスタント除去でしかクリーチャーが焼かれなくなるので、何気に最重要の装備品だと思います。おなじみ影槍、無色1マナ装備コスト無色2マナ、プラ1プラ1修正トランプル反根付与。序盤で失ったライフを取り返しつつダメージをねじ込む。サーチでは優先的に持ってきます。ゴブリンのモーニングスター、赤2マナ装備コスト赤1マナプラ1プラ0修正トランプル。戦場に出た時ダイスを振り11のゴブリンクリーチャー生成。出目次第でそのゴブリンに装備されます。傲慢の翼、無色2マナ装備コスト無色1飛行付与。傲慢の翼を生贄に捧げることでブロックされないを付与する代わりに、エンド時にこれを装備していたクリーチャーを生贄に捧げます。おなじみスカイクレーブの大土、白3マナ装備コスト白ダブルの4マナ、プラ2プラ2修正先制攻撃飛行付与。板金鎧、白3マナ装備コスト無色3マナ、プラ3プラ3 5法1。装備品の数だけ装備品コストが軽くなります。鍵尾の赤3マナ装備コスト無色2マナ、装備品の数だけプラ1プラ1修正。ハルバール裏面了解の剣、白2マナ装備コスト白2マナプラス2プラ0修正警戒。装備クリーチャーが死亡したら手札に返ってきます。これらの装備品をガンガン重ね掛けしていきます。クリーチャーはヒヤイバの突撃者、甲の刃使い巧妙な火事、カルガの威嚇者、武器庫の子さん、ハルバール、ブルーノーバトルハンマー、モーニングスターと無謀な繊維のトークン。かいつまんで説明いたします。巧妙な火事は白2マナ11人間交渉、場に出た時デッキトップから4枚見てアーティファクトがあれば1枚公開し手札に加えます。武器庫の子さんは赤2マナ22オーク戦士、装備していたら威迫を持ちます。ハルバールは白ダブル4マナ44伝説の神、自身の装備品がついているクリーチャーに2段攻撃付与。無謀な船員は赤4のソーサリーで自身の場にある装備品の数だけ21のドワーフ強戦士を生成。生成されたトークンに場にある装備品を1つずつ好きにつけられます。ブルーノーバトルハンマーは赤白4マナ53伝説のドワーフ戦士、自身がコントロールしているクリーチャーはついている装備品の数だけプラ2プラ0修正。各ターン初めて装備する装備品のコストを0にします。あとはサーチとしてタイライト剣の鍛錬が入っています。それでは対戦の方へどうぞ。よし、やるぞー。 OK、 ファイタークラスも来とんね。キープ。工作出しの山見せて突撃者。さて相手のデッキはどんなデッキかな。赤。相手もクラスを使っとる。バーバリアンクラスサイコロか。さて何をそうやな、バーバリアンクラスやろ。サイコロ火事かな。ブーツオブスピードあるから鍵用の鍵用のもあるけど、ブーツオブスピード1枚あったらいいでしょ。グルール貴族ね。絵は取られても相手5マナやでええんか。取られへんのか。せやな。いやーファイタークラスやろ。ただマナがけえへんねんな。影槍マナけえへんのは痛いな。
自然への回帰。いやー、置物ワルカードやっぱ入っとるな。これはどうしたものか。はい、攻撃。せやんな、置物今強い環境やで。置物割るカード入っとるよな、しっかりと。せやよな。影槍置いて、でこのターンも殴っていきたいから大土置いて、突撃者の方につけよう。で媒介者攻撃するたびカード追放。じゃあ逆でもよかったな。火事で殴って突撃者構えでもよかったかも。弾ける力。ブーツオブスピード持ってかれた。それもいいカードよね。ライフやばいんで影槍つけて、で鍵斧つけて、でブーツオブスピードは出しといて、で殴る。ほら、よし。こんだけ装備品で取ったら仮に突撃者が落とされたとしても船員でクリーチャーは出せる。いやー、そのダメージも重いけれども OK。 よし。そうか、到達持ち。いやトランプルやで関係ねえ。対戦ありがとうございました。よし、やるぞ。ファイタークラスある、土地もちゃんとある。 OK、 完璧な手札ちゃう。何気にブーツオブスピードもちゃんと人の。ファイタークラス2枚目。 OK、 これはいったっしょ。ブーツオブスピードも要なんですよ。インスタントタイミングでしかクリーチャー取られへんようになるんで、ブーツオブスピードがあることで。なのでブーツオブスピードもめちゃ強なのよ。もちろんあった影槍ですよ。はい、影槍攻撃。アゾリウスカラーか。クラスを取るカードはありそうやな。今やったらポータブルホールとか持っとんちゃうか。天球の見張り。天球の見張りか。まだちょっと装備品並べたいかな。影槍とかも並べたいとこやけど、ちょっとマナをしっかり使っていきたいから、こっち優先しようかな。板金鎧。で次のターンはまだ装備品並べてかな。それまでクリーチャーとファイタークラスが残っとったらええけど。あとフライやね。アゾリスフライヤー。ハルバールも強いが、それでもやっぱりちょっと待てよ。了解の剣か。了解の剣置きでもいいな。そうしよう。了解の剣を置いて、影槍置いて、でブーツオブスピード置いて、でそっか、これはつけれるんか。
しもた。つけて殴ったらよかった。今装備コストゼロなのね、板金鎧。なるほど。はい、遺体がレベル2にして板金鎧、了解の剣、影槍、ブーツオブスピードで殴ると。お、何なんだと、なんちゅうカードを入れてくれとんや、マジか。クリーチャー焼いた方がええかもな。天球の見張りかな。天球の見張りやこう。いやー、了解の件もまあまあ仕事してくれとるわ。ほな今度は威嚇者出して交渉の否定。はい、じゃあ火事出して鍵をの持ってきて、でもちろん全乗せですよ。ああ、そっか、了解の件だけ乗せられへんわ。でブーツオブスピード殴ります。あ、もしかしてもう一枚ある、さっきの高血の証高血の証か。なるほど。いやー、カード持っとるないやでもこっちもまだまだ止まらへんで。突撃者、鍵用の了解の件やろ。鍵用の影槍、板金鎧、ブーツオブスピード。 OK、 レッツゴー。いやー、いいな。ブーツオブスピードがめちゃくちゃええ仕事しとるわ。これ1枚あるだけで全然ちゃうな。次攻撃に転じるまで今まで一旦要しとったからな。ってことは相手のソーサリータイミングを通り過ぎやな、攻撃できやんっていうことやったで。いやー、いいね。1000円打っとこうか。 OK、いいです。そのままいいです。いいです。そのまま殴って、おい、オッケー、よしよし、対戦ありがとうございました。もうオッケー。クラス来とる、クリーチャー来とる、ブーツオブスピード、影槍来とる。キープキープ、よろしくよろしく。ブルールから開墾。お、グルールちゃうの、ナヤか、なんやろな。まあ、影槍置きかな。突撃者置いてもよかったけど、まあまあブーツオブスピードもあるし、後でもええわ。クリーチャーは出さんでまだ。あ、
でもモーニングスターとか来るんやったらこっち優先して出すかな。はい、 OK。 あ、グラングリー、これあれか、伝説デッキか。ファイタークラスブーツオブスピードかな。ファイタークラス影槍ある。じゃあ板金より鎧か鍵斧か、鍵斧やな、鍵斧でブーツオブスピードを置くと。 OK、 攻撃しない。いやー、クリーチャー少ないデッキやけど豊富にあるぞ。このデッキはクリーチャー出し惜しみしてええからな。もう円結の発想、刺激が効きそう。さっきファイタークラスレベル上げかな。鍵斧とかも置いてきたいけど、まあこうでしょう。白も緑もあるで、赤も今取れるし、取れるかな。ファイタークラスエシカの戦車、それやったらまだよし。いいね、平地が来たから、鍵斧つけていきたいで、鍵斧出します。なんで止まんの、怖いな。突撃者出します。そうか、それはつけられへんな。装備コスト赤1いるわ。影槍つける、鍵斧つける、ブーツオブスピードつける。よし、いけ。76ハンコントランプルいいのよ、取っても。ダブルブロックしてもいいのよ。 OK、 よし、残したか。ちょっと怖いな。バードクラスやっぱ持っとったか。バードクラスも面白いよな。さあどうする。こっちはファイタークラスさえ取られへんだらナットでもなるぞ。はい、登場で猫トークンを増やしてくるか。はい、はい、大丈夫。その程度やったらまだ大丈夫。翼刃使いで、鍵用の刃使いにつける。よし、対戦ありがとうございました。対戦の方いかがだったでしょうか。いやー、ファイタークラス分かってはいたけれども、やっぱりレベル2が暴れました。今はクラスが強いの分かっているんで、ポータブルホールとかでファイタークラスが焼かれてしまうようなこともあるんですけれども、最初のレベル2起動まではみんな見て見ぬふりするので、最初は決まります。でその後で焼かれたとしても大体そこそこまでは揃っているので、その後大体ゴリ押しでリーサルまで持っていくことができます。
で、装備品の中でもやっぱりこのブーツオブスピードですね。ブーツオブスピードが速攻を付与するので、クリーチャーが場に出ていなくても手札にクリーチャー1枚やったら、次のターンには相手に大ダメージを与えることができます。従来型の装備品デッキと違って、この装備品デッキはリカバリーがとてつもなく早いので、相手の除去連打に屈せず、そのまま押し切って勝つことができます。もしよろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それじゃあまた。